絵が下手なやつの分かれ目ってほんとここ。9.5 割ぐらいこの状態なわけ。知識を得たら世界が一つ変わるんです。俺の方が綺麗に見えるやろ。これほど位置関係すごく重要なの。プロの仕上げ方として一歩足りないところ。これも良くないのが、これって光こっちから来てるわけやんか。こっちから光が来てるっていうことは、こうグラデーションになってるわけやな。頭の方が近いから、こっちがちょっと明るめになって、こっちが暗くなってんねやんな。なってないじゃん。そこに違和感を感じると。だからちょっとでこうつけた方が、しっかり前に出てるように見えるし、パッとサムネで見たときに、今これを撮った状態がものすごくペラく見えるよ。知識を取り入れないと世界は見えないの。本を読んでる人が賢いとか、本で知識を得たから。知識を得たら世界が一つ変わるんです。単純な話なのよ。光に近いければ近いほど明るくなって、離れれば離れるほど、光を遮れば遮るほど暗くなるんだから。頭はそれに適応してるのに、なんで体には適応されないんですかってだけの話だ、これは。頭も体も一緒でしょと。こういうことです。次、ピコマル。少し首が見えすぎたかな。体より顔が手前にあるにしては、均等に大きさを配置しすぎてるかなってとこや。これも、だからちょっとしたテクニックやな。近づいているからこそ、近いところの雰囲気は大きくしておくこれはさっきの光と結局変わらへんのよ。光がカメラと思ってくれたらいいねんけど、こう立ってて、斜め上から、すごい真近くでこう見てるわけやん。ということは一番近いところってどこですかってなると顔が一番近くなるやろ。だから顔が一番近いねんから、顔が近いところは大きく見えて、離れていくとちっちゃく見える。見てる側としてはそれが自然だから、自然な意識に持ってくんだったら、体の大きさと顔の大きさが揃ってるってことは、一定の距離なのっていうことになっちゃうわけよ。体の頭身に対して見え方が一緒だっていう場合は、じゃあ同じ距離離れてるんだねっていうことになっちゃうわけ。顔の方が近いんだったら、多少見てる距離が近いんだから、見てる距離が近いっていうことは、見える大きさが変わるということだ。ダイナミックに見えてても何の問題もないということだ。手がそうでしょ？手前に手があるよって言って、こう描いても全然近い感じがせえへんやん。だからアニメとか漫画の絵で手を差し伸べられたりすると手がでかくなるわけよ。近いものは大きく感じるっていう人間の潜在的意識があるから。体より前にあるんだったら頭を少し大きくしてても何の問題もないよと。だからこっちの方がカメラ近づいてるように見えるよ。構図としてはうまく描けてるけど、さらに良くするって思ったらこういうことだと思ってください。はい、次。俺だったら、こうぐらいするかな。せっかく前側に体倒してきてるのに、近づいてきてくれてるイメージが見えないから、やってること同じやん。例えばやで、俺らがこの枠通り越してぐらいに立ってたと想像してみよう。遠くね。これが足、この辺にあったとして、じゃあ俺らなんか、この辺りぐらいから見てない。親しい人との距離じゃないよな。距離あるよな。プライベートゾーンじゃないよな。これも大事なのよ。人って大体自分の手で届く範囲ぐらいがプライベートゾーン。それ以上離れてると他人かな。これがドキッとするっていうからくりよ。自分自身のプライベートゾーンの中に女の子の顔がグッて入ってくるっていうイメージ。次だから別キャラでこんな感じで描いてみ。このクオリティでこれぐらい描けたら一気に1000リツイートとかいくと思う。次、さぎり。キメラ感が強い。グリフォンとキメラって全然違うのわかる？グリフォンってなんかかっこいいやん。キメラってなんか見にくく感じるじゃん。デザインに対してこの2つって重要で、キメラっていうのはライオンの体に悪魔の羽がついてて、蛇の尻尾とか、取って貼り付けたような感じに見えるわけ。そこが重要なの。キメラは継ぎはぎで合体させてる。グリフォンは2つの要素が合わさったっていう感じになるね。そこの違い。今は、これ若干キメラ感があるのは、その要素が多すぎるから。例えば、これ何とか、ズンナモンみたいな、なんか栽培マンみたいな耳何とか、竜なのか蛇なのか、どっちなのっていうのとか、このあたりがね、いろいろある。で、こいつも、この肉球はマジでいらない。ライオンの尻尾ついてるかもしれへんけど、この体は何っていう感じがするんだよ。猫なのか犬なのかって。まだまだちょっとまとまり感が悪い。これとかも結構余計なの。もう鼻の穴とかも別にデフォルメやったらちっちゃくなってるから見えへんから別に鼻とかいらんのよ。マスコットキャラクターのように画数が多いって。例えばこれをちょっと丸くしただけでも全然違うと思うよ。ここも繋げちゃってもいいと思う。顔周りの画数減らしただけで、随分と
マスコットっぽく見えるやろ。まあ、そのあたり気をつけて書いてみてください。はい、次。それ取ってって言うけど、どれかわからん。ヘアゴムとか見せてるシーンじゃないと、はっきり言ってこれ、お前もゴブルスにならないかって、こうなったら赤座になるよ。例えばここにロッカーなり、鏡があったとしよう。じゃあ、着替えてる最中なんかなってなるから、想像がつきやすいのよね。ちょっとつけるだけでもいいのよ。でも、気をつけなきゃいけないのが、この爪あるけど、全部爪が同じ見え方してるのがダメ。みんな指は、ちょっと円形にこうついてるわけやん。パーって開いたとしたら、ちょっとずつ、向きがずれていってるわけやん。ということは、手っていうのは、ぐるーって回ってんねんから、向きが若干違うわけよな。ってことは、小指だったら、外側にすごい反れてるから、ここあたりで全然いいかなとは思うねん。だけど、このあたりになってくると、ちょっと向きの中心が違うねんから、このあたりとかになるよな。で、中指とかになって、もっとずれてくよな。人差し指になったらほぼこっち向くかなっていうぐらいになるやんか。こうなると、手のシルエットを見るとどっちの方が爪の向きとしては自然に見える。全部同じ位置についてしまってんねん。見えてる位置関係が合ってると、ガタガタしたマウスの線であったとしても、俺の方が綺麗に見えるやろ。これほど、物の位置関係っていうのは、すごく重要なの。だから、ちゃんとあるべき場所に書こうね。例えば、人の目とかね。これ目だよっていうのがさ、ここにこうあんのと、ちょっとリアルっぽいやつがさ、位置が全然違うとこにあったりすると、急に不気味に見えるやろ。これは正しい位置にないからっていう。これっていうのは実際全然目じゃないけど、目の位置とかっていうのを極端にしてるから、情報をデフォルメしてるから可愛く見えるけど、リアルな目っていうのが全然違う位置に開くと、急に不気味に見えたり、不細工に見えたりするわけ。だから、絵の上手さ下手っていうよりかは、位置の方が情報としては強いっていうこと。他の話が多くなるけど、みんな、これなんで魚に見えると思う？みんなの中では、魚っぽい顔の位置っていうのが、こういう感じなわけよ。魚って実際、こう平べったくなって、目こうついてるわけやん。正直人より近いわけやん。ちなみにこれは今、鯉の顔を描いてるつもりやねん。こんな感じになってるわけよ。で、ここで口をパクパクさせてるわけよ、こうやって。これが、みんなの中で、魚ってこんなんよなっていう共通認識があるわけよ。これがデフォルメされてても位置関係が似てるから。適当にパッパッパって書いたけど、これが不思議なことに、これ目ここでしょ？ここでしょ？で、口の位置がこれの真ん中ぐらいにあるっていうやつじゃん。これをな、今、取ったじゃん。この関係性が、ドンピシャでこう当てはまんのよ。だいたいその書いたアイテムの中心に揃うわけ、比率が。人間とかやったら、こんな感じになるわけ。ここに鼻があったりするから、こんな感じで物が配置されるけど、で、猫とかだったらもっと綺麗な三角形になるから、この辺になんだよね。だから1ってすっげえ重要なの。で、この2色がなんで変なのかっていうと、これも全部こっちに向いてるせい。全部こう向いちゃってんのよ。2色の手っていうのは手前に向いてるわけ。手前っていうのは円柱をつけると、ここに丸を打てば前に向いてるわけね。こうなってるわけ。俺ら側に手が向いてるんだから、これね、今、手の向きはこっち側に向いてるわけ。でも、この腕は、ここの裾の装飾の形のせいで、こうついちゃうと、こっち向いてるように見えへんよ。ここの腕も全然反れてるってのがわかるよな。合わせるんだったら、こんな感じに形を取らなきゃいけない。これができてないから、手がこっち側に向いてるように見えない。なんでこういう違和感って書いてる時に気づけないんだろうって、めちゃくちゃ簡単な話。みんな正解知らんからよ。正解を知らんかったら、違和感なんかわかるか？例えば三角形だけど、みんなこの三角形作ってくださいって言われても、みんな三角形知らんかったらどうすんのって話。例えば今さっき魚っていう字を書いたと思うけど、これやったらみんな違和感感じるやろ？ここが4つやからな。1、2、3、4やから。でもここで、これは違和感感じる人と違和感感じない人がいると思う。これ、なんて魚の名前でしょう？この中で正解はこれしかないです。これないです。ないけど、ありそうって思ったやろ？これは新鮮のせいで、これはナマズです。みんなの体を描いてるような状態って大体これ。正解が分かってそうで分かってね。魚っぽいな。これも魚っぽいな。で余計なものを足して全然違くなってるやろみたいな話をみんな言われてるわけ。
絵が下手なやつの分かれ目ってほんとここ。絵描いてるやつの 9.5 割ぐらいこの状態なわけ。この中の絵が上手いって言ってる人たちの100分の1が神絵師ってやつ。1000分の1ぐらいかもな。絵を描いてる人口ってのは1万人いたとして 9.5 割の人たちが未だにこの状態なのよ。で、ようやくそれをクリアしたところで、次、こうやって魚って描けるには描いてるけど、これマウスで描いてるから汚い字やん。これでさらにこう綺麗に描く人たちがいるわけよな。味のあるもんとかで描いていって、それの上積みの上積みの人たちがこれなわけよ。こういうところやな。はい。次。メインのテーマがあるやつが、ど真ん中にいない。ど真ん中に持ってこないとこいつを。持ってくるならここやろ。これで物語を作らんなあかんねんから、なんなら、見てる方向もこっちじゃなくて、手に誘導しないと。で、つけてあげようかって言ってる時の顔なんかこんなんじゃないよ。普通に心配してんやったらさ、下向いて、お嬢様みたいな手しててどうすんのよ。全然ライ君の解像度が違いすぎる。私のライ君そんなんじゃないし。ライ君はもっと気軽にさらっと心配してくれるんだし。そんな気取って心配するんじゃないんだし。ライ君だったらね、そんなね、キザに言わないの。もっとこう自然な感じじゃないかなと思うのよな。あ、大丈夫？つけてあげよっかみたいな感じのやつかなと思うのよ。まあそういうところやな。はい。なずなゆ。1万3000円やから、まあこれはクリアしてるかな。次から気をつけることは、ここ。ウィン君はまだマシやけど、この部分にしっかりもみあげがあん。女の人より男の人がここに対してしっかりもみあげの面があるわけ。ここのもみあげの面を考えてから、厚みをつけてからの耳に行かない。ここ入ってないやろ。認識が。だから目と耳の距離がめちゃくちゃ近くなんね。これがないと。もみあげ触ってみんや。すっごい面があるやろ。なんなら手置けるやろ。目と耳のこことここの間に手が収まるはずやねん。目の端っこと耳のこの距離じゃ手が置けるんだよ。これぐらいあんのよ。ここの面っていうの。ここって手の大きさなのよ。むしろそれよりちょっと広いぐらいなんだよ。だからそれぐらいあるイメージをつけないと。だからしっかりここがそれだけあるよというね、イメージをつけましょう。この意識を持ってるか持ってないかでも全然変わるから。かがげよん、ショート勢の子配信に来てん。10年くらい前に絵を描くことをやめたのですが、時間に余裕ができてきたのでかかげ先生の動画を見ながら描いてます。壁にぶつかったらお世話になると思いますので、よろしくお願いします。全部壁にぶつかったらって言うけど、壁にぶつかりまくって10年前にやめちゃったんじゃないのか？さっさと問題解決した方が良くない？強力な助っ人がすぐ使えるぞ、今なら。なんなら、金を使うきっかけってね、強いのよ。この金を使ったからには、どうにかしようって、やっぱり人間思っちゃうじゃない。少しでも。多分、10円、20円とか使ってもさ、人間なんだかんだ思っちゃうのよ。元を取ろうみたいなさ。ほんまちょっと小石を蹴ったぐらいの勢いかもしらんけど、その小石を蹴ったという状況が大事やと思うのよな。だから迷ってる子とかもさ、今まで動かなかった自分が動こうとしてる時に、こんなきっかけってね、言うて少ないと思うのよな。それは確かに俺にお金を払うっていうことになるかもしらへんけど、その前にその気持ちを先に大事にしてほしいなと思うのよな。今俺の心は上手くなるっていう心に傾いたかもしれない。だから俺に金を払えというより、自分がなんか今信じれたなっていう自分の気持ちに払ったらいいんじゃないかなと。自分が上手くなると思って信じた気持ちに誠心誠意持って正直に答えていきたい。ご清聴ありがとうございました。そういやさ、本アカウントの通知見てくれた？ 6 月7日のオープンキャンバス、直木先生と一緒に登壇することになった。赤毛先生のメンバーシップに興味があります。入会に迷っているのですが、イラスト添削は受けられるのでしょうか？また、どんな添削でしょうか？メンバーシップは、帝国民プランと親衛隊プランの2種類があって、帝国民プランはメンバー限定のイラスト添削配信や座学動画が視聴でき、普段の配信中にイラストの質問ができます。親衛隊プランは帝国民プランの内容プラスクエスト添削が受けられます。イラストの添削を受けてみたい人は親衛隊、イラストの知識だけ欲しい方は帝国民プランがおすすめです。で、気になってるであろうクエスト添削とは、メンバーがお絵描き初心者ゴブルスとなって自由にイラストを描くのではなく、様々な課題イラストを描いて合格することが目的の添削だ。
ランクアップシステムがあり、決められた課題をクリアすることで、次のランクへ進むことができるぞ。初心者から立派なイラストレーターにランクアップを目指すイラスト添削になっている。かかげさんは、支援してくれた人には、これからも正直に絵のことを答えていきます。入会した人いたら、概要欄に視聴必須の動画があるから必ず見といて。ほな、限定配信でお疲れさん。